皆さんこんにちは、ちやまる子です。お久しぶりね、お庭に出るなんて。てなわけで久しぶりにお庭やっていきたいと思います。で、今回はですね、前ピンコロ花壇作ったの覚えてます覚えてないですよね。で、ここね、下が1段なんですけど、見てください、もうね埋もれちゃってるので、ここのね下の白い壁も気になるし、ちょっとこの辺り持ち上げたいと思います。で、結構ちょっとグラウンドカバーのなんだっけ、アジュガと、あと見えないんですけどホストとかも埋まってるんで、ちょっと掘り起こしたいと思います。せーの、えいえいおー。よいしょ。畑に一時避難しました。ざっくり一決めします。一番下の段ピンコロ入れても見えないんですよ、ここなので、ここだけ土入れてかさ増ししたいと思います。砂利はいつも3センチぐらい入れてます。こっちは一番下ピンコロ入れるんで、こんな作り方普段しないと思うんですけど、ここは一番深く掘ってますよ、ちゃんと、みつきちゃんにシャベル取られました。ざっくり水平器で測っておきます。今からピンコロ仮置きしていくんですけど、仮置きする前にですね、ピンコロって結構形がいびつなんですよ。なので一応グループ分け、めっちゃでかいやつとかちょっと浅いやつで、これが普通サイズみたいな感じで分けてやった方がはかどるかなって思います。ちょっと抜いて、今ちょっと抜いて、ちょっとそこ危ないから。おいしょおいしょおいしょ。どうでしょう。やっぱもう一段この高さまで欲しいですけど、後で買い足しますけど、とりあえずレイアウトはこんな感じです。超風強いんですけど、こんな日は絶対おすすめしないんですが、ちびちゃんたちが中で遊んでるのでやっちゃいますって、インスタントスペットで、ゴーグルとマスク必須です。やばい、めっちゃしんどい。ではやっていきます。めっちゃ冷めてるんですけどごめんなさい。よいしょよいしょ。今となっては一気にモルタル敷いてますが、初めの頃は石1個分ずつしか敷けなかったんです。あと今冬でモルタルもすぐ乾くわけではないので、せかされず安心して作業できます。石にモルタル乗せます。少し小山にして乗せるのがポイントです。こうやって先にモルタルを乗せておいた方がめちゃめちゃ早く終わるんです。一気に石を並べて隙間をモルタルで埋めていくやり方もあるんですけど、私それ昔やってめちゃめちゃ時間がかかって
そしてめっちゃ汚れるんですよ。なので私はこうやってモルタル乗せて石、モルタル乗せて石っていうやり方をおすすめします。いい感じ。すごっ。私こんなに上手だったっけねえ、久しぶりなのに。どうしたマルコ、今日めっちゃいいじゃん。よし、袴を履かせます。早っ。よし、ここだ。待ってよ。じゃあ次、積み上げていきます。積み上げるときは私このブロック固定の方がやりやすいので、これをやりたいと思います。下にニュッと。2列積んだら鳴らしていきます。ここまで水平なんですけど、ちょっとね、こっちがね、この3つ下がっちゃったので、こういう時はね、もう思い切って下に置いちゃおうね。そっちの方が後々絶対楽だから。よいしょ。よし、こんな感じでも多分なんとかできると思う。結構ね、下がってたんですよね。よいしょ。オッケー。ほら。ほら。こんなんでいいと思いますよ。DIY だから。ほら、水平だった。やったー。で見て、ほら、めっちゃ水平になりました。内側しっかり袴履かせてます。反対側もバッチリです。昔の方がめっちゃ丁寧にやってたんですけど、これでも大丈夫です。とりあえず今日はここで終わりたいと思います。で、途中で終わる時なんですけど、こういうね、次下乗せる時にこれ固まってたらやりにくいので、こういうのはここで切っておいてください。あと最後スポンジできれいに拭き取らないと汚れたまま残っちゃうので、それで気をつけてくださいね。で、残ったモルタルは固まってしまったら処理に困るので、今からこんな隙間とか袴履かされたりとか全部使い切って終わってくださいね。じゃあお疲れ様です。今日めっちゃ天気も暑いぐらい気持ちいいね。じゃあ続きやっていきます。乾くと見て、全然色違うでしょ。こんなに正直白くなると思わなくて、出来上がったらね、このモルタルのところ塗装しようと思ってたんですよ。もうこのままでもいいかなと思ってね。めっちゃ白い。よし。
こんな感じでざっくり置きました。前回の反省点といえば、ちょっとね、スポンジの拭き取りが甘かったかなと思って、このあたり、で、今キー置いてるんですけど、ここね、ざっくり水平測っておきたいと思います。では、置きますね。よいしょ。どうでしょう。水平じゃん。たまたまだね。ラッキー。よかったです。今回の一番の難関を今からするんですけど、見て。石が入らないの。なので、石を割ります。今までレンガはタガネで割ったことはあるんですよ。でも、石はなくて、なので、ちょっと最近慣れてきたグラインダーを使ってやりたいと思います。やる気満々だったのに、グラインダーの刃を取り替えることができず、残りの石を乗せることにしました。ちょっとピンコロ足りないので、また8個買い足して続きやりたいと思います。じゃあ、お疲れ様です。子供たちがお絵描き中なので、石をグラインダーでカットします。ちょっとね、初めて石割ります。しかもグラインダーで今までレンガとか割ったことなくて、タガネで割ってたんですけど、ちょっと頑張りたいと思います。墨付けします。大体で。マスクとゴーグル、違う。マスクとゴーグル必須です。一周切り込み入れました。ではタガネでここから割ります。いけ。無理？全然無理？全然無理な感じ？綺麗に割れた。すごい。やっと。めっちゃ綺麗。ほらイエーイ。やりました。タッチ。いやこっちもいやでは今から端っこ、今割ったやつ入れていきます。大躍進ですよ。石が割れたって。もう怖いものないですね、多分。よしよし、いいよ、危ないよ。よいしょ。女子力高めのつばきちゃんが見学に来ました。その女子力、どこで磨いたのかな。よし。端っこはこんな感じになってます。初めて花壇を作った時に端っこってどうやってるんだろうって思ってたので、だいぶ汚いですが移しておきます。後ろでトントンすると思ったらみつきちゃんが真似してトントンしてました。それ使うんですけど、くださいくださいください。では残り8個一気に置いていきます。あともうちょっと。よし。では今からスポンジで拭き取って土入れます。
モルタル余ったら本当はね使いたいところにこう袴履かしたりとかしたらいいんですけど、結構さっきねこのぐらい余っちゃって、で私は裏に砂利が集まってるところあるんですけど、そこに結構細かくしてもう乾かして今度砂利として使ってます。困りますよね。どうすんのって思いません？初めてモルタル作るときは私もめっちゃ思ったんで、洗います。初めてモルタルデビューした時に工具の後片付けの仕方がわからなくて困ったので載せてます。そしてこの汚い水は強アルカリなので雑草にかけてます。枯れますように。残ったモルタルとかは排水口に流したらダメなんで、はい、気をつけてくださいね。この砂場みたいなところはいつか小さな果樹園を作りたいんです。でも椿ちゃんが最近お外でパン屋さんごっこをしたいというので悩んでます。砂場兼パン屋さん兼果樹園できるかな。これだけ入れちゃうから、ちょっと待って。みつきちゃんが怒ってます。これいるの？まあ、わかった。ちょっと待ってや。すぐあげる。よいしょ。よいしょ。はい、どうぞ。気持ちいい。マガンプ入れておきます。土になりました。明日はお花を買って植えたいと思います。お疲れ様です。思った。みつきちゃん、明日お花買いに行きましょうね。お花買いに行く人。どこ行くんですか？じゃじゃーん、お花買ってきました。イエーイ。いっぱい相談したんですよ、店員さんに。でも本当ね、年中日陰なので一切太陽が当たらないところなので、このヒメツルニチソウ、白いお花がこの花壇のところにふわっと垂れるような感じになりますので、今から3株植えたいと思います。せーの。めっちゃボロボロじゃあね。なんで？よいしょ、わかんないよ、もう。よいしょ、ギュッギュッしといて、ギュッギュッ。せーの、よいしょ。せーの。はいよ、せーの。優しくね。ポスターを戻して足元の土を寄せて、ほんのちょっとなんですけどポスターも移動したいと思います。2つとも。よいしょ。帰ろった死んでる？生きてる。取ったって。ごめん。びっくりした。大丈夫？ちょっと向こうやっとって。オッケー。入れ。大丈夫やで。はい、立って。オッケー、いた。お腹白い。お腹白かった。あとヒューケラがあるんですけど、それをねもう少し暖かくなって元気な時に株分けしてここに植えたいと思います。では全貌をご覧ください。どうぞ。いきますよ。タンタンタンタタタンタンタンタタタンタンタンタタタタンタンタンタタタンタンタンタタタンタンタンタタタ。皆さんいかがでしたでしょうか？もうね、ほんとこの後ろの白い壁が本当に嫌で、そこを隠したくてなんとかできました。で、年中日陰なので、日陰でもねこうやってちょっとでも華やかになればいいかなと思って頑張りました。結構出来はねこっちの時よりも汚いんですよ。でもそれでもなんとかできたので、私の失敗生かして皆さんいいの作ってくださいね。で、そろそろちょっともう暖かくなってきたので、玄関前のツリー片付けたいと思います。では皆さんお疲れ様です。
お外で遊ぶのが楽しい季節になってきました。ちょっと頑張って砂場作らないとですね。楽しいですの。あれがいい。